皆さんこんにちは、ドラ旅です。今回は岡山県の旅の動画の2番目となります。下津井にある瀬戸内小島ホテルにチェックインしています。予約の時に大浴場を取らせてもらえませんかとお願いしたところ、すぐに快諾いただきました。それは後でご紹介します。このホテルはですね、景色、客室、大浴場、接客、すべてが高評価でした。広いね。交通のアクセスも良くて、ホテル全体に清潔感があって、宿泊先に選んで間違いないと感じました。小島は国産ジーンズが発祥した地域なので、5階のデニムをテーマにしたお部屋をご用意いただきました。2020年にリニューアルされたツインのお部屋、32平米の部屋はとても広く、デニムで統一された装飾はとても印象深く、思い出に残る体験です。各階ごとにテーマが違っていて、好みに合わせて滞在ができるようになっています。ユニットバスはやや広めで余裕のスペース。お風呂は大浴場がメインなのですが、お風呂のバスタブも大きいですね。フロントの近くは瀬戸内の絶景を楽しめる喫茶店やお土産も揃っています。今回は食事なしプランで泊まりましたが、食事は瀬戸内海と瀬戸大橋が一望できる絶景レストランでいただけるようなので、そちらもチェックしてみてください。部屋からも海とたくさんの島が見えて、すごく気持ちいい景色ですね。部屋以外も景色が素晴らしいです。眺望を楽しみたい人にはかなり向いているホテルだと思います。こちらは大浴場ですね。大浴場もよく整理されていて、清潔感抜群でした。広めの洗面スペースと鍵付きのロッカー、
夜も良かったんですが、朝風呂も最高でした。この奥に展望露天風呂があります。両手を広げて入る露天風呂の目の前には瀬戸内海と瀬戸大橋です。朝は朝日、夜は夜景が楽しめました。乳液と化粧水など揃っていますね。女性用のお風呂はやや狭い印象もあったんですが、景色は同じように楽しめそうです。入り口には冷水が設置されていました。このホテルはですね、朝日と夕日のどちらも見れました。そういうところってあまりないですよね。チェックアウトまで丁寧な対応で大満足のホテルです。お世話になりました。高台にあるホテルで周辺には飲食店が少ないので、食事はホテル内でした方がいいと思いました。このホテルは景観重視、車で旅をする、落ち着いた雰囲気でゆっくりしたいカップル、夫婦旅、女子旅に合いそうです。いいホテルでしたね。また泊まりたいなと思います。ホテルから車で5分、最初に行ったのは下津井に来たらわざわざ行ってみたくなる喫茶店をご紹介します。雰囲気と音楽を楽しむ喫茶店。入り口は狭く、普通車はギリギリ入れます。今から行く時の回廊という喫茶店は、クラシック音楽をアナログレコードで流す名曲喫茶。店内は照明を落としたアンティーク調の空間。外観からは想像できないので、入った瞬間から別世界みたいでした。
ありがとうございます。喫茶店を出てすぐの坂道を登っていくと、瀬戸大橋が眼下にある展望台がありました。思ったより階段と坂道が続いてきついですね。岡山方面から四国に行くときに瀬戸大橋の手前で一回トンネルを通るんですけど、その真上を歩いています。橋を正面から見ることができるのはここだけではないでしょうか。息が切れるほど急な坂道でした。来てよかったですね。次は和州山展望台に行きます。駐車場からすぐに第二展望台。周辺には売店、自販機、トイレなどが整備されていました。山頂までは歩いて行けて、途中の第一展望台までは車椅子でも行けました。緩やかな坂道がずっと続いていますね。
鷲羽山の名前はワシが羽を広げて飛ぶ姿に見えることからこの名前になったそうです。ここまで来たら山頂まで行こうと思います。結構きついね。でももうすぐほら見えてくるよ。数万年前の旧石器時代からこの山には人が住んでいて、石器が出土するほどの歴史ある自然の山。皆さん見てください。この絶景ですね。おー、すげえ。おー。昔の人もこの景色を眺めていたんでしょうか。山頂は遮るものがない360度の絶景。時間がなければ第二展望台だけ、時間を使ってもより景色を楽しみたいのであれば第一展望台や山頂を目指してみてください。ここはコメントでも多くいただいた場所でした。あまり負担なく景色を楽しめました。次は車で15分走って重要文化財に行きます。着いたここは旧野崎家住宅。小島というところは繊維産業とともに製塩業も盛んだったことはご存知でしょうか。江戸時代後期から製塩業で巨万の富を築いた瀬戸内を代表する豪商の邸宅。所要時間は1時間ほどでバリアフリーではありません。盗作部方制という独自の戸作制度を採用したことが成功した理由とも呼ばれています。盗作部方制は塩田の収益を成果に応じて複数の関係者で分け合う制度でした。塩田を実際に管理作業する担当者がいて、その年の収益に応じて取り分の割合が決まります。こうすることによってたくさん塩を作って質も良くすれば自分たちの取り分も増えることになります。質の高い塩田と設備を整えた上で働く人の意欲が自然と上がる経営システムを組み合わせたことが野崎家の塩田経営がうまくいった理由とも言われていますね。42メートルの長さの母屋は圧巻。築約190年。ろうそくの明かりが主流だった時代に自家発電装置を導入してランプで生活していたそうです。家1軒くらいの台所。多い時で家族の他に50人ほどの使用人が働いていました。6棟の蔵は建てられた年代と模様が違いますね。近くには小島ジーンズストリートもあるので合わせて観光してみたいですね。次は厄除けの神社に行きます。
着いたここは湯河神社です。厄除けの総本山と言われています。駐車場から本宮までの距離が思ったよりありましたね。途中何度帰ろうと思ったか。江戸時代には讃岐の金毘羅宮との両参りが流行しました。金毘羅さんとここを両方行くのは相当大変そうですよね。お腹の底から思いっきり息を吹きかけ、邪気を吐き出し、次に願いを込め、納め所へ投げ入れ、玉を打破してください。帰りに気づいたんですけど、本宮の近くにも駐車場がありました。あんころ餅ってめっちゃ美味しそう。まだまだ行けますね。次は王子ヶ岳に行きます。夕日が見れそうな予感がしました。ここ王子ヶ岳は標高234メートルの山で奇岩と絶景が特徴でした。平坦な道が続きましたね。王子ヶ岳の名前は王女がこの地に流れ着いて産んだ8人の王子が住んでいたという伝説に由来しているそうです。ニコニコ岩まで行く時間がなかったので王子ヶ岳パークセンターに行きました。王子ヶ岳もたくさんのコメントをいただきました。少し雲はあるものの、こんな綺麗な夕日が見える場所はなかなかないでしょうね。浮かぶ島と橋と光る海が本当に美しい。山頂まで車で来れて、ここも来てよかったですね。
ここは広松東古松店。岡山市内に戻ってきました。デミカツ丼と中華そばのセットが大人気のラーメン店です。いらっしゃいませ。何様ですか？中華そばは豚骨醤油の濃厚スープで細い麺に絡んできます。しかも熱々の状態で来て最高に美味しかったですね。やや酸味のある濃厚なデミカツ丼と相性抜群でした。これだけソースがかかっているけどカツはサクサク。今思い出してもまた食べたいなと思うほど広松さんは美味しかった。店内はカウンターとテーブル席、座敷もありました。美味でした。おすすめしていただいてありがとうございます。他にもおすすめのお店をコメントで教えてほしいですね。さて今日は倉敷の美観地区に泊まります。美観地区に最も近くて便利な倉敷 IB スクエアに泊まりました。後ろの信号を右に回ったら、アイビーの本体なんです。その中に止めれるようにこれから今連絡します。これフロントの方へ、すぐ前ですので近いです。次回は岡山県の旅の最終日、倉敷観光の定番美観地区を見ていきます。江戸時代には天領として栄えて当時の街並みを楽しもうと思います。次回もお楽しみに。またね。この地域は400年前全部海だったんです。